皆様、ごきげんよう、もちうさです。今日はささやき声で私が清楚系ギャルピチピチキラキラ OL 代表として心がビュンビュンする休日の過ごし方をご紹介します。皆様、メモを取る準備はできていますか？それではスタート。まず朝は目覚ましをかけないことが鉄則。目覚ましをかけずに眠れる幸せを思う存分感じましょう。休日でも目覚ましかけている人は尊敬します。あと自分を利することができる人だと思うので、信頼できる。だから結婚相手において Twitter、現 X で見ました。起床後は Twitter、現 X を開くのがルーティン。これは平日休日といません。起床直後の Twitter、現 X で絶対脳にも心にも悪いよな。起床後じゃなくても悪いだろ定期。でもやめられない。朝から神絵師の絵を見られるならやめるわけにはいかない。神絵師の絵ってなんで無料で見られるんだろうっていつも思っています。生きる希望をくれて感謝の気持ちしかありません。休日は起きてから2時間はベッドの中でアイオンを見てます。人間、楽に快に流れていくもの。でも休日くらい良いじゃないか。そんな自分を許そう。みんなも自分を許そうね。ようやく重い体を起こしたようですね。起床後なのになんで化粧してるのかって。君のような勘の良いガキは嫌いだよ。じゃあパン作っていきますね。唐突。今日はティッピーパンを作ります。ちなみに約10年前にも友達とティッピーパン作ってるうすよ。人間、変わらないものだね。この写真の通り、カメロンパンとナンも作ってます。このナン、なんで穴開いてるのかというと、コンロで焼いてたら発火してたからなんですよ。コンロで作れるナン、みたいなレシピ見て、その通りに焼いていたんですが、なんか焦げ臭いな、と思ってコンロ開けてみたらナンが燃えてました。結構燃えてたので超焦った記憶があります。焦げた部分をむしって、なぜか中にイチゴジャム入れてるんですよね。なんなのになんでジャム？ここまで早送りで動画見せているので、バレてないかもしれませんが、とてつもなく手際が悪いです。計量器の電池なくなって目分量で材料を入れたり、バター類をレンチンする前に粉と混ぜてバター溶けきってなかったり、ドライイースト入れ忘れてたり、こんなのでちゃんと完成するのでしょうか。丸々としたものができたので、ストーブの前で発酵させます。かわいい。一次発酵ができたらネコネコして4つに分解。さらにストーブの前で発酵させます。かわいい。待ち時間漫画でも読みますか？犬僕読み返してますね。犬僕はアニメだとラブコメで終わってるんですけど、漫画でその後の展開を読むと印象が全く変わります。アニメで終わってる人、絶対漫画も読んでほしいって感じです。ボロ泣きします。犬僕は絵もすごく綺麗で可愛いのでね、ぜひ。ちなみにこの間秋にやってたスイパラとのコラボも行きました。このブラウスも犬僕っぽくて可愛いから買いました。ちな、カルタタン推しですわ。今追っている漫画は坂本デイズ、ウィンドブレーカー、ブルーロック、極楽街、神楽柱編ですね。特に坂デイは結構ハマってて自分で書いてアクスタ作ったりもしました。獅子場推しです。この男、エロすぎる。1月からアニメ始まるので皆様にもぜひ見ていただきたい。ということで発行できたので、キッピーの耳部分を作ります。何気に難しい。はい、焼けました。意外とちゃんとできてて安心。ココアパウダーと水でティッピーの顔を描きます。思い思いのティッピー、かわいい。飲み物はココアにしようかな。いつもこの大容量ピアココアにラカント入れて飲んでます。ラカントって入れすぎるとピリピリしますよね。あれなんでなんでしょうか。ということで準備できましたので、いただきます。せっかくなのでティッピーを食べる ASMR 撮ろうとしていたのですが、録音できていませんでした。私ってほんとバカ。焼きたてパンはやはり美味しい。ちなみにここまでずっとパジャマ着ていますが、着替えません。だって外出しないもん。外出しないのに着替えてる人、尊敬します。私は平日もずっと家にいるので、ほぼ毎日ずっとパジャマで生活しています。ごちそうさまでございました。さて、パンで腹ごしらえをしたところで創作活動をしていきますか。以前、お友達が下妻物語という映画を勧めてくれたのですが、
とても良い映画で心の栄養になったので、その子に当てて送るものを作ります。映画には刺繍するシーンがあったので、それにちなんで刺繍入りポーチを作りたいと思います。刺繍は以前縫いを作る時にしたことがあります。このスオータン、インドブレーカー、特に前髪の刺繍が大変で手が筋肉痛になりました。ピアスのパーツも集めて耳につけたの可愛いでしょ。今回はキラキラの刺繍が可愛いと思ったので、試し刺繍に挑戦します。通常の刺繍と違ってゴワゴワしているのでものすごくやりづらいです。ポイントはできるだけ糸を短くして摩擦を減らすと良いらしいです。刺繍とか編み物って小さいものでも結構時間かかるんですよね。でも夢中になれるのでおすすめです。休日に一日中ベッドの上でゴロゴロするのも楽しいですが、精神的に良くないのであまりしないように気をつけてます。アニメ、漫画、YouTube、買い物など消費行動も好きですが、充実感を得るためには創作するのが一番だと思っています。でも能動的に行動しなきゃいけないことって始める前は面倒なんですよね。特に冬は何もしたくない。だがしかし、面倒でもとりあえず着手するのがポイント。勉強と一緒ですね。やる気って存在しないらしいので、とりあえず始めてみること。で、やっぱり気が向かないなと思ったらすぐにやめてもよい。これ大事。疲れたな、とか飽きたな、って思ったらすぐやめる。これ大事。お金かけちゃったからやらなきゃ、とか思うことをやめる。心のうさいを抱えないこと。これも大事。あとは少しでもやってみたいと思ったことはすぐにやること。したいことにも賞味期限ってものがあると思うので、熱が冷めないうちに調整するということも大事だと思います。何かを形にするって心が満たされるので、なんか最近つまんねえなーって方にはおすすめしたいです。特にしたいことないよって方も難しく考える必要はないと思います。美味しそうだと思ったレシピを作ってみる。なんとなく4コマ漫画描いてみる。推し活グッズ作ってみる。とか、少しでも気になることをやってみたら良いと思います。何より大事なのは面倒でもとりあえずやってみること。あと楽器なんかは毎日数十分の練習で目に見えるように上達するので、毎日何かしらの成長を感じたい人には良さそう。私は作業、編み物なんかは割と好きですね。デジタル系だと最近は絵描いたり、合成音声とかホームページ作ったり、動画編集したり、あとは今この動画がアップされてる時には着手しているかもしれませんが、3DCG をやってみたいです。あとはネイルとかも自分でやってみると結構楽しいですよね。私は深爪の期間も結構あるんですが、伸ばせている時はセルフネイルしています。最近はシンプルめが好きですが、キラキラさせてる時はこんな感じです。ビールオイジェルとトップジェルはプリジェルというサロンでも使用されているブランドのものを使っています。その他のカラージェルは100均とかで良いんですが、ベースとトップは良いものを使うともちもちやも長持ちするのでおすすめです。爪の内にミリくらいを避けて、ビールオイジェルを塗った上から全体にベースジェルを塗ると、拭きづらいし、押しやすいのでいつもそのような手順でセルフネイルしています。セルフだとパーツも付け放題だし、節約にもなるし、外出しなくて良いし趣味にもなるのでお得。皆さんは何かおすすめの趣味や創作活動ありますか？よかったらコメントしてくださいね。ということでポーチ完成しました。この中にチョコレートを詰めてチョコレートメインのプレゼントということにしましょう。さてそろそろお風呂入りますか？休日は早めにお風呂入ることが多いですね。メンタルとお肌のために極力毎日湯船に浸かるようにしてます。特に冬は日照時間も短いし、冷えるので、体の家は心の家。これ教訓。わざわざお風呂沸かすのとか、ボディクリーム塗るのとか面倒ですが、それでもするのが自分を大切にするってことだと思います。いつもお風呂にはこのヒマラヤ岩塩をぶち込んでます。あとバストレイ使ってみたかったので、買ってみました。ここにベリーのアロマ。タラのキャンドルライトトラネージュのリップを置きます。あとはボディスクラブとかブサ。ルカの原産ブラシ。これ5年くらい使っていると思います。あとはお気に入りのコップにお水を入れておきます。かわいいでしょ。iPad も置いたら準備完了。今日のラインナップはおえちゃん。
どすこい。マスモーさん。ということで、あとは編集でもして寝ます。唐突。おやすみなさい。